おはいえなし。8月22日、キャラクターの着せ替え共有機能を持つ海外のファイナルファンタジー14非公式プラグイン、いわゆるモッドというやつの一種ですが、その運営者が本プロジェクトに関して法的問い合わせを受けたことを理由に突如そのサービスを閉鎖しました。このツール、メアシンクロノスというらしいんですが、このツールの運営チームが管理するディスコードコミュニティには20万人のユーザーが参加しており、現在の14のプレイヤー人口が88万人と推計されることを踏まえると非常に大きなコミュニティであると言えます。で、サービス閉鎖の発表から実際の閉鎖まで48時間もなかったらしく、 X や Reddit では困惑とともに抗議や怒りの声が上がり、一部の人たちにおいては Steam の14に低評価をつけるという悪質な嫌がらせを行う始末。本件、皆さんはどう思いますでしょうか。低評価云々っていうのはまあ論ずるに値しませんが、では抗議や怒りの声を上げるのはどうでしょうか。たかだか着せ替え共有ツールだぞ、人様に対して迷惑をかけてるわけじゃねえぞ、ただでさえアクティブプレイヤー数で苦境に立たされている中、海外の元文化を許容しないムーブを取って、お前は何がしたいんだ、水清ければ魚すまずって慣用句知らんのか。いろいろ言い分は予想できますが、私の意見としては公式がダメっつったらダメだと思います。以上です。家なしららは限りある時間で面白げ。冗談です。これ以上何か話すことあるのと思うかもですが、私は一つ不思議に思ったことがあります。公式がダメっつったらダメという意見ではあるんですけど、じゃあなんで着せ替え共有モッドってダメなのってところです。そう言っちゃうと、いやだから公式がダメっつってんだからダメなんだよになっちゃうので、言い方変えると、なぜ公式は着せ替え共有モッドを許さないのかですね。その理由についてはまとめ記事とかでも想像レベルでポツポツ言及されているんですけれども、個人的にはなんか納得いくようないかないような若干ふわふわな状態になったのと、さらに言うとなんで今ダメと言ったのが腑に落ちませんでした。なのでそこを考えたり調べてみたところ、結局確実なことは言えないまでも私としては腑に落ちるというか、もしこの仮説合ってればこのモッドダメだわとより角度高く意見できるようになったのとともに、勝手にスクエニに期待してしまったことがあるので、今日は皆さんに一連の話をご紹介します。題目なんですが、いい機会なので、もともとモッドや外部ツールに対して私が抱いていた思いをまず共有してから、その後なぜ今回のツールは今ダメになったのかを考えます。髪を乾かす間にでも聞いてください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。まずそもそもモッドという概念をご存知でない方もいると思うのでご紹介。モッドとは変更や修正を意味する Modification の略で、ゲームに用意されたものとは別のシナリオやグラフィック、モデル、システムで遊べるようにするための改造データのことです。14界隈では外部ツールという言葉がよく使われますが、モッドは広く使われている用語である一方、外部ツールは実は14コミュニティのローカル用語で、定義が曖昧なまま流行っている言葉、いわゆる典型的なバズワードです。なのでモッドと外部ツールの用語の違いを整理しようと思っても多分無理で、そんなことしなくても本来ゲームが用意したスコープから逸脱してゲームをプレイするという世界においては、モッドも外部ツールも変わらないので、以降はモッドという言葉に統一して喋ります。まず先にここについては明確にするんですが、私は14における着せ替えモッドは結構嫌いです。以前アカデミックな動画を作る都合上、実際に14でチャエッチしてる様子の SS をある方から大量にもらったことがあるんですが、それ自体はもちろんありがたかったですし、独特の文法について草を生やしながら味わっていたんですが、一方でグラフィックの方はというと散々で、そこに映っている SS のキャラは脅威700ぐらいあるし、すっぱだかだし、正気あるし、アヘ顔だし、この世の終わりみたいなグラフィックでした。普段あれだけスケベアートを漁ってああ言ってるにもかかわらず、その SS に対して不快感を覚えたのは、おっぱい大好きエロエロ人間としての人格を FF 大好き人間としての人格が上回ったためであり、それこそつまり FF のブランドイメージの既存防止こそが、公式が着せ替えツールを取り締まった要因であると考えています。っていうのはまあわかるんですけど、弱くねって思うんです。取り締まる理由としては弱い気がする。いや脅威700でしょ、取り締まる理由としては十分だろうと考える人もいるかもしれませんが、私としてはモッドに対してもう一つ思いがあって、着せ替えモッドは嫌いではあるんですが、一方でそういったエロを含む着せ替えモッドなり、あとはよく言うツールで言うとペケシェードなりペケとなり、そういったツールについては程度の差あれ必要悪と思っている側面もあります。それはどんなアホがどんな雑魚プログラム組んで本体サービスに支障をきたすかわからんから、もっといいっすか、外部ツールいいっすかって命に聞かれたら運営としてはダメって言うしかねえだろうがっていう意味で、存在が前向きに肯定されるわけではないという意味で悪は悪。ただ今私が例示したものは、もっと火力を上げたいとか、もっと綺麗な SS 撮りたいとか、もっとおしゃれをしたい、あるいは性的なロールプレイをしたいというニーズがあって、そのニーズをもとに熱意と技術をつぎ込み開発されたものです。スタンドアローンで動きますだとか、そうじゃなくても本体挙動への影響は極めて微弱ですとか、レイドレース中に使用を公言して関係各位に冷や水をぶっかけていませんとか、
つまり誰も不幸にしていないという前提こそつきますが、そこさえクリアしていればニーズある人同士で楽しくやってるだけなんだし、なんなら運営がその動きを参考に公式機能として実装する、いわゆる逆輸入が起きることだってあるし、モッドという下駄がそのゲームを継続プレイすることへの動機づけにもなっている側面があるんだから、モッドは好きにさせとけばよくないとも私は思っています。もう少し突っ込んだこと言っちゃうんですが、その良し悪しについては別として、海外ではモッドの利活用が日本よりも前向きな文化がありますから、全世界の覇権 MMORPG である14としては清濁を飲み込む器量が必要とすら思っており、つまり好きにさせりゃよくないじゃなくて、好きにさせた方がよくないという気持ちすら私の中にはありました。今例示したチャエッジだって ERP、 いわゆる Enterprise Resources Planning じゃなくて Erotic Roleplay として条件付きながら14にて名に認められてるぐらいですしね。今言ってること割と賛否両論だろうなと思うので、ちょっとくどいくらい繰り返すんですが、何よりも私自身が14にエロ持ち込まれるのあんまり好きじゃない派です。でもやっぱりどのゲームどのコンテンツを見ても全人類共通の欲求に支えられたエロは強し、14は世界で覇権取れるレベルのゲームなんだし、 FF ブランドなる要素の重要性は私自身よーく理解できるけど、アクティブプレイヤーの4分の1が渦巻く非公式の日陰の取り組みぐらい覇権ゲームとして多めに見た方がええんちゃうっていう意見です。で、ここまで聞いてくれた方の中でもまとめブログとか見た方なら、この理由の話抜けてんだろうって思ってるかもしれません。自由に着せ替えできちゃうってことは、有料アイテムに課金しなくても同じやつ作り出して着せ替えられちゃうってことでしょう。それはダメでしょうって話ですね。まあそりゃそうなんですけど、今回のメアシンクロノスというツール以降、このツールって言っちゃいますけど、着せ替えモッドではなく着せ替え共有モッドなんですよね。これは私も知らなかったんですけど、そもそも通常の着せ替えモッドって自分のキャラクターを非公式な衣装に着せ替えても、その衣装は他のユーザーの画面には反映されません。まあ自分が満足するためならそれで十分ですしね。が、今回のツールは非公式のフレンドリストみたいな機能を持っていて、そのフレンドとしてつながったプレイヤー間でお互いの着せ替えモッドを互いに見られるようになる上、その着せ替え情報自体も簡単に共有できる機能があります。あくまで着せ替え情報を作るツールではなく、着せ替え情報を互いに反映したり共有するためのツールということですね。だとしたら有料衣装アイテムを課金する動機が損なわれる、だから着せ替え共有モッドを取り締まるって若干つながってなくないですか。無論着せ替えモッドの共有インフラを潰すことで間接的に着せ替えモッドの勢いを減退させるっていう理屈は作れるんですけど、でももし本当に課金機会の逸失だけが目的なら着せ替えモッドの方を取り締まれよって思いませんか。着せ替えモッドの提供元が界隈にたくさんありすぎてそっち潰しきれないのかなって思ったんですが、どうも調べた感じ具体名は挙げないんですけど、着せ替えモッドとしてはある程度有名どころ数個、もっと言うと2大ツールぐらいに集約されてるみたいです。じゃあ課金させたいなら普通そっち潰さん。そこにちぐはぐ感を覚えるってことは、そもそも課金させたいだけが目的ってことじゃないってことなのかな。じゃあこれまで出てきたブランド維持課金させたい以外にどういう理由があれば着せ替えモッドではなく着せ替え共有モッドをそれも今取り締まる理由になるんだろう。こんな感じでうなった次第です。で、海外のコミュニティの議論とか直近の14にかかるアナウンスを振り返った時に2つほどこれかなって話とこれかなって話があるので、それをご紹介します。まず着せ替え共有モッドを今規制した理由としてこれかなっていう話、規制リスクの回避です。平たく言うと、スクエニ自身が積極的に取り締まりたいのではなく、スクエニ自身も外圧を受けておりしぶしぶ取り締まってるっていうパターン。エロコンテンツ御用達のファンティアで国際的なクレジットカードであるビザが使えなくなったことからも分かる通り、世界的にエロコンテンツ、正確に言うとエロコンテンツの延長線にある児童性的虐待などの違法行為への目が厳しくなっており、イギリスでは直近オンライン安全法っていうオンラインサービス上の児童の安全に関する義務や規則を策定する動きがありました。ざっくり言うと、未成年がアクセスできるところにエロ露出させんじゃねえって話で、ユーザーが作ったり共有するコンテンツも対象だからなってわざわざ明記されています。で、この OSAってのはイギリス自身が対策を行うんじゃなくて、オンラインサービスを提供している人たちに対策を立てさせるっていう仕組みなんですけど、細かいとこまでは割愛しますが、2025年から本格的にリスク評価なりなんなりちゃんと動けよっていうスケジュールになっています。そしてこのメアシンクロノスっていうモッド、かねてから海外コミュニティにてこのツールのせいで未成年が14プレイできなくなってるっていう主張が行われてるんですね。これだと話つながりませんか。スクエニとしても決して性的ロールプレイそのものを根絶させるような強いアクションは取りたくないというのが本心。一方で国際的な情勢を踏まえ、未成年がエロコンテンツに接触しないためのアクションが今まで以上に求められている。そしてイギリスでは2025年からある規制の運用が本格化しようとしている。これなら着せ替えモッドそのものではなく、未成年含む不特定多数に拡散させるリスクがある着せ替え共有モッドを排する理由にもなるし、そしてそれを今まで放置してきたにもかかわらず急に今になって取り締まる理由にもなるなと思いました。
いや合ってるかは分かりません。っていうか合ってないでしょ。ガチで OSA きっかけだったらコナンくんすぎるわ。私もレディットで言及してる人がいて可能性の一つにはなるなーって思った程度の話です。ただ私が今回言いたいのってこの取り締まりの動きメガネクイクイ OSA じゃねじゃなくて、なんかそういう机にだけではない外の動きも踏まえてこういう国際的なオンラインサービスは運営していかなきゃいけないんだろうな。今回の取り締まりのきっかけが OSA かは知らんけど、ただこういう外圧起因ってのもあり得ると思っていて、そこまで見なきゃいけない机に大変だなってことが共有したかったものです。こういうめんどくさい話が14の各リージョンであると思うんですよ。アジアでも北米でも欧州でもオセアニアでも、それらでもじゃもじゃしている多くの動きの中のどれか一つ以上の動きをきっかけに今回のタイミングでこのツールが取り締まられた、そんなシナリオもあり得るんじゃないかなと想像しました。このツールの取り締まりにより14のプレイヤー人口に悪影響を及ぼす恐れがある。分かっとるわボケ、やらなあかんねん。こんな感じですね。これが着せ替え共有ツールの方を今取り締まった理由のこれかなの方です。そしてもう一つ考えられるこれかなの方、実はこれが一番この動画で言いたかったことなんですが、公式でこれやろうとしてんじゃねっていう説です。これというのはエロ着せ替え機能じゃなくて着せ替え情報の共有機能の方ですね。これだと外圧に基づく取り締まりではなくスクエニ自身の意思で取り締まった説になります。というのも確か前回の PLL でホワイトボード機能でしたっけ、プレイヤー間でホワイトボードに書いた内容を簡単に授受できるように内容を文字コードに変換した上でその文字コードを元にやり取りできる仕組みを検討中って言ってたじゃないですか。あれと同じ仕組みをミラプリにも適用しようとしてんじゃないかっていう憶測っていうか願望です。以前14のジョブ愛を語る会を企画した時にそこの参加者のご自慢ミラプリ情報を X でも共有したことがあったんですけど、めんどくせえなって思ったんですよね。なんか似た名前の装備いっぱいあるじゃないですか。ストライカーとかスレイヤーとかスカウトとかって全部スから始まってんじゃねえよっていつも思います。それに中黒の有無まで含めた正式名称を書かないと負けボでも検索しにくいし、でも文字コードをコピペするだけで染色情報を含めて他の人のミラプリを真似られればめちゃくちゃ便利だと思いませんか。一旦持ってない部位を含めてミラプリには登録できるようにしといて、その部位を手に入れられたら自動で穴埋めされるみたいな、便利な気がするな。でこれって一から作るのは少し手間かもですが、ホワイトボードの情報を文字コードでやり取りする機能を実装しちゃえば、それミラプリに横展開するのって直感的にはそんなに難しくないと思うんですよね。でもその機能を満を持してリリースした時に、いやメアシンクロノスあるしってなったら興ざめというかありがたみ薄れるじゃないですか。ちょうどモッド界隈もどんどん調子に乗って X に脅威700のドスケベミコって貼ってるし、なんか運営者はパトレオンとか運営して儲けてるし、いろいろ気を据える要因は揃ってるから、このタイミングで規制するかじゃないの。いやそうであってくれ、ミラプリ共有させろという勝手な興奮です。これでそんな機能一切検討されてなかったら勝手にプレッシャーだけ与えておいてちょっと心苦しいんですが、今回の騒動に端を発してこういう機能あったら便利やんって思ったことなので共有しました。いかがでしたでしょうか。いつも以上に話が散らかったんですけど、共有したかったことは2点で、1つは今言ったミラプリ共有機能を頼むって話と、もう1つは一口にモッドなる怪しいものを規制するにしてもモッド自身の功罪やスクエニだけではとどまらない要素を含め総合的に加味して慎重にアクション取ってるはずだということです。だからプレイヤー人口が減るとか軽率に言うなっていうつもりは全くなくて、なんかそういうニュースがあった時なんでそんなことするんだろうって思いを馳せるのも、それが合ってるかどうかは別としても面白いかなと思い、皆さんにもご紹介させてもらいました。皆さんは着せ替えモッドについてどう思いますか。不快感を覚えたとかエピソードはありますか。あるいはミラプリ共有機能いかがでしょうか。思うところありましたらぜひコメントください。以上です。家なしララは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒おつゆなし。